他人にお金を任せて投資するというのは、トラブルになるだけでうまくいくことはほとんどないです。まず他人からお金を預かって投資をするは基本違法なんですよ。知り合いにお金を預けて運用してもらうっていうのは、犯罪者にお金を預けるってことだと思ってください。今年27歳の男性です。一人社長をしている友人の会社が安定してきて規模を大きくするために一緒に働かないかと誘いを受けています。友人と一緒に働くときに決めといた方がいいことや注意しないといけないことはありますか？友達ではなくなる可能性があります。ですね。まあ、うまくいく場合もあるんですけど、会社の事業というのは、基本的には、半分の会社は潰れます。えっと、中小企業がまず1年以内に9割潰れるんですよね。あ、違う、3年以内に9割潰れるのか。で、何年か続いてたとしても、で、なんかね、あれなんだっけ？ 7 割か。7割潰れて、で、5年で9割だっけな。まあ、とりあえずね、めちゃめちゃ会社って潰れるんですよ。で、今たまたま調子が良くなってて、で、規模を大きくするって、これ危ないパターンなんですよ。あの、規模を大きくしない一人会社って逆に潰れないんですよ。要は一人分ぐらいの給料は稼げるよねっていう状態で仕事をする人がいるので、なので規模を大きくして人を雇うって途端に、その売り上げが思ったように上がらないよね。でも人の給料を払わなきゃいけないから、会社のその貯金がどんどん減っていくよねっていう形で潰れるっていうのがあるので、で、会社が潰れた時に、笑って友達関係が続けられる人と、会社が潰れた時に揉める関係性のある人っていうのがいるんですよ。で、これは自分だけの問題ではないんですよ。要はいや会社潰れる時に3ヶ月分給料払えないよ、ごめんねって言われた時に、まあ、しょうがないよって笑って我慢できるかどうか。で、笑って我慢できる側の人だったらトラブルの可能性は少ないんですけど、会社が潰れたのはお前のせいだって言ってくる人もいるんですよ。いや、まあ、社員の努力が足りないから会社が潰れたもう確かに言ってることとしては一理あるのですが、それは社長のせいじゃねえって思ってたとしても、でもお前を雇ったせいで毎月の費用かかるようになって、お前の給料で毎年400万かかるんだから、その400万あったら今の会社潰れてるんだからお前のせいだよみたいなことを言い出す人もいるんですよ。金がなくなると人ってやっぱり心が狭くなったりするので、なので、そうやって揉めて友達じゃなくなってもいいっていう覚悟は必要なんじゃないかなと思いますけどね。あの、その、友達と一緒に会社を作って、最後までうまくいきましたっていう上場企業を僕は今のところまだ一度も見たことないんですよ。友達関係だったビジネスパートナーと一緒にやってますっていう人は割といるんですよ。でも対等な友達と対等な形で事業を持ってって上場させてそれがちゃんと続いてますって聞いたことないですよね。5年前ぐらいの僕は多分違うこと言ってたんですよ。もうちょっと前かな。対等な友人関係で会社を作って株も取締役の人数も対等にしてお互いにやっていたっていうので、桜インターネットっていう上場企業があったんですよ。もともと、舞鶴高専だっけ、どっかの高専の、桜インターネットの田中さんっていう人と、あとそこの営業系得意っていう人が、お互いにその営業担当と技術系担当っていう形で分かれてやってって、で、上場するまではすごく仲良くてうまくいってたんですよ。だから、あ、こういうパターンもあるんだ。面白いなと思って見てたんですけど、で、その田中社長じゃない方がオンラインゲームをやるんだって言い出して、ロード・オブ・ザ・リングの版権をアメリカから買って、で、すげえ大赤字を出して、で、そこの責任だったりを取るということで辞めてしまったんですよね。っていうのもあるので、で、それは別になんか仲が悪くなったわけではなく、やっぱ株主に対して、その失敗した事業の責任を取れとか、じゃあお前がその事業を買い取れみたいな、要はその第三者が入ってきちゃうんですよ。その友達同士だけであれば、いいよいいよ、それくらいってなるんですけど、上場しちゃうと、株主が、お前らこれ仲良しゲームじゃねえんだよ、金稼いでこいよっていう、まあ、株主は、上場ってそういうことなんですよ。いや、友情と金どっちを取りますかっていう時に、金を取りますっていうのが上場企業なんですよ。要は株を公開するという時点で、人間性とか社会正義とか、
は後回しで、お前らに対して投資してんのは金のためだぞっていう奴らが多数派になるんですよ。なので、多数派の株主が、その友達ごっことかどうでもいいから金稼いでこいよって言われると、もうそれを断れないっていうのが上場企業なんですよ。プライベートの会社で全然その友情大事だとか社会貢献大事だって言ってる会社は全然あるんですよ。やっぱ上場しちゃうと、その利益を上げるが目的になってしまうので、なので、やっぱ事業で仲良くってなかなか難しいんですよね、対等は。で、僕のが役員やってる未来検索ブラジルっていう会社で、死んだ魚の目をしてる性格の悪いデブの、黒光りしてるおっさんが働いてるんですけど、あいつ無能なんで僕はいつでも切る気でいます。なので、その無能を残しといて、会社のなんか経営にダメージを与えるとかも一切考えてません。なので、もうダメになったらさっさと切る。なので、ひげ親父がいなくなったら、あいつダメになったなと思ってください。こんばんは。私は田舎の中小企業へ嫁いだ20代後半の女です。会社では約1年半働いているのですが、社員のやる気が本当にありません。田舎だからなのか、与えられた仕事だけをこなし、業種的にイベントもしたいのですが、私が案を出さないと動き出しません。社員は全員10年以上働いています。社員が自ら動き発言できる環境にするにはどうすればいいですか？会社を自分で作ってください。多分、もともとその都会で働いてた経験があるんだと思うんですよね。で、都会で働いてた経験のある人だと、意識の高い人が多いので、割とその自分たちで仕事を作るべきだよねと思ってる人が多数派だったりするんですよ。経営者も含めて。でも地方の場合って、同じことをやり続けて、ずっと同じ給料をもらって、同じ生活をするということが幸せだよねと考える人が多数派であることが多いんですよね。で、人の考えを変えるというのはすごく難しいので、なので人の考えを変えるぐらいだったら、自分でやって自分で成功して、で、こういう考えで儲けた方がいいでしょっていうふうに思う人をその田舎の中で別な場所で探す方がいいんですよ。要は要は同じことをずっとやり続けた方がいいよねと思ってる人が多い会社に勤めてると思うんですけど、でもその会社の外に出てみると、その結果を出した方がいいよね、その今までのやり方じゃやっぱり田舎って良くないよねって思ってる人もいるんですよ。なので、自分で成功して、そういう別の考えを持ってる人を探す。で、その仲間をどんどん増やしていくっていう方が、結果としては、長期的にはうまくいくんじゃないかなと思います。いや同じことをやり続けて逃げ切れるよねって思ってる人の考えを変えるのって、多分不可能なんですよね。なので、不可能なことに挑戦するよりは、新しく事業を起こして成功させるっていう、まだ可能性は、成功する可能性のあることをやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、仮にその中小企業でうまくいったとしても、上がった利益全部持ってかれちゃうんですよ。その会社の人たちに。それよりも、その自分で利益をちゃんとコントロールして、で、じゃあこういうイベントやった方がいいよねっていう時に、そのイベントに再投資できるようにした方がいいと思うんですよ。要は例えばじゃあ1回イベントやって成功して、じゃあなんか利益が50万ぐらい上がりました。で、じゃあこのイベントをもう1回やって、さらにそれなんか月1とかでやった方がいいじゃないですかっていう時に、いや、その50万もったいねえから使うの嫌だって言い出したら、その会社のオーナーの意見が絶対なので、せっかくイベントでうまくいったのに、そのイベントをもう1回やるとか再投資するってならなかったりするんですよ。すげえムカつくじゃないですか。なので自分がうまくいったらこれをどんどん広げていこうっていうのは自分が権限を持ってないとできないので、なので自分でやった方がいいんじゃないかなと思いますけど。知人に投資のお金を貸したらその投資が失敗。お金が返ってこなくて困っています。取り返すのは難しいですか？はい、難しいと思います。自分で投資するべきで他人にお金を任せて投資するというのは、基本的にはトラブルになるだけでうまくいくことはほとんどないです。まず他人のお金を預かって投資をするというのは違法行為です。で、その他人のお金を預かって投資をするというのを合法にするために、その投資信託の中の金融業の登録免許だったりとか、あと証券外務が、証券外務が、勧誘員の証券外務員資格忘れした。っていう営業するときも資格がいるし、お金を預かるんだったらお金を預かる会社も資格が必要。で、その資格がない場合は違法ですっていうので、なので他人からお金を預かって投資をするは基本違法なんですよ。なので、違法行為をするようなやつが、まともなやつのはずないじゃないですか。なので、知り合いにお金を預けて運用してもらうっていうのは、基本的には犯罪者にお金を預けるってことだと思ってください。